こんにちは、まよです。はい、皆さんは自己紹介するときに、まよです、何々ですって使っていませんか？この自己紹介は場合によっては実は失礼になってしまうんですね。今日は正しい自己紹介の仕方を紹介します。はい、一つ目、まず、まよです。このですを使って自己紹介をするのはいつかっていうと、一つ目、相手のこと、自分のこと、お互いを知っているとき、そしてビジネスではないときに使います。なので、例えばソーシャルネットワークとかマッチングアプリとかでもうメッセージをしたことがあったり、電話で話したことがあったりする人と初めて会うときは、自己紹介はこんな感じになります。はじめまして、鈴木さんですか？マヨです。よろしくお願いします。はい、こんな感じになります。で、逆に全然知らない人にメールもしたことがないし、話したこともないっていう人に初めて会うときに、はじめまして、マヨですって言ってしまうと、相手が自分のことを知っていると思って話しているような印象を相手に与えてしまうので、誰って思われてしまうかもしれません。はい。なので、まず、ですは、お互いのことを知っているとき、そしてビジネスシーンではないときに使うようにしましょう。二つ目の、マヨと申します。と申しますですが、これはですとは違って、お互いのことを全く知らないとき、これを日本語では面識がないと言います。メールもしたことがないし、電話もしたことがない。で、会うのも初めてっていうとき、面識がないとき、そしてビジネスシーンのときに使います。なので、仕事で他社、他の会社に行って、会ったことのない人に自己紹介をするときは次のようになります。はじめまして、中上級の日本語教室のひとみまよと申します。どうぞよろしくお願いします。はい、これがフォーマルな自己紹介で自分の名前を言うときの挨拶の仕方です。3つ目は、でございますです。はい。でございますは、ですのビジネス版、ですの丁寧版になります。つまり、お互いのことを知っていて、ビジネスの時。例えば、電話をする時ですね。仕事で電話をするときはこんな感じになります。お世話になっております。中上級の日本語教室のひとみでございます。そうですね。仕事で名前を言うときは名字だけを言うことの方が多いですが、仕事の電話などで名前を言うとき、ございますを使います。最後の名前の言い方、4つ目は、と言いますです。と言いますは、と申しますのカジュアル版になります。と言いますは、お互いのことを知らない、全く初対面の時、そしてビジネスシーン以外、例えば同年代の友達とビジネス以外で初めて知り合って名前を言う時などに使います。例えば友達の友達とかに初めて会って名前を言うときは、はじめまして、マヨと言います。よろしくお願いします。こんな感じになります。今日は自分の名前の言い方を4つ勉強しましたね。まず、グループが2つありました。相手のことを知っているとき、お互いのことを知っているときのグループ。それが何々です。
これがカジュアルな言い方で、ビジネスな言い方がでございますでした。そしてお互いのことを全く知らないとき、面識のないときの自己紹介の仕方が何々と申します。これがビジネススタイルで、ビジネス以外のときは何々と言いますを使います。それではご覧いただきどうもありがとうございました。ビジネス日本語のレッスンのご予約は概要欄のリンクからどうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。